それでは本会議場の説明をいたします。傍聴席から見ますと狭い感じがするかもしれませんが、広さは約744平方メートルで、畳で言いますと450畳敷いた広さがあります。建築当時、マイクなどがなかったため、設計では議員の発言が通るように工夫されたそうです。天井にはステンドグラスが貼られていますが、この材料にはイギリス製のものを使っております。ほとんどが当時の国産品を使用して作られた国会議事堂の中で、外国製のものはこの他にはアメリカ製の各部屋の鍵と廊下にあるポストのみとなっております。この天井のステンドグラスには割れにくいように、そして万が一割れても下に飛び散らないようにアクリル板と金網が取り付けられています。またステンドグラスの裏側には110ワットの蛍光灯が556本あり、会議が深夜に及んでも関東地方の午前10時ごろの太陽光線の照度を保てるように設備されています。中央のひときわ大きな椅子のあるところが議長席で、その左隣が事務総長席です。この議長席を中心に左右に2列になった席がありますが、前列は大臣席および副大臣席で、後列は事務局の席となっております。大臣席のうち歴代の総理大臣は左側の一番右端で、その他の大臣はその時の内閣によって席が決まります。議長席の前にマイクのあるところが演壇といって発言をするところです。次に議席について説明いたします。議場内の議席部分には衆議院議員のほか、定められたわずかな人が議員への連絡のために出入りする以外は入れないことになっています。議席の机と椅子は桜の木でできており、椅子の下には防災頭巾が設置されております。議員の席に指名票といって議員の名前を書いた名札が倒してありますが、その名札は議員が出席したとき自分で立てるものです。この指名票は漆塗りのヒノキの木柱で、一本一本職人によって手作りされており、戦後の第2回国会以来ずっと同じものを使用し続けております。議員の入れ替わりがあるたびに書道家が数人で手分けをして新たに当選議員の名前を書くという作業が行われます。この議席の机、椅子、指名票は国会議事堂の正面前方にある憲政記念館に同じものが展示されており、間近でご覧いただくことができます。次に傍聴席について説明いたします。傍聴席には参議院議員席、公務員席、公衆席、外交官席があります。座ってみるとやや狭い感じがします。これは建築当時の日本人男性の平均身長162センチ前後に合わせられて作られているからで、平均身長が170センチ前後となった現在では少し狭く感じてしまうようです。議場の正面の高いところに楕円形に張り出しているバルコニー席が天皇皇后両陛下の傍聴される御座所となっております。左右両脇に丸く張り出した席がありますが、これは貴賓席といいまして、
左側は皇族の方が傍聴されるときに使用され、右側は国が招いた外国人のお客様が傍聴されるときに使われます。傍聴席前に張り出したカメラの台などが備え付けてある細長い席は記者席で、111の席があります。テレビや新聞などで見る映像や写真はここで撮影されたものです。衆参両院の本会議場にはさまざまな彫刻が見られます。記者席のバルコニーには死、農、耕、商を表現した彫刻が施されています。死には盾と剣、農は豊作を表す稲穂、耕は生産を表すハンマー、商は商業の神を表すマーキュリーが施されていますが、これにはすべてのものがここに集まって議論を尽くして国の政策を決めるという意味が込められています。御座所のバルコニーには桐、鳳凰の彫刻が施されております。天皇陛下を象徴する鳥ということから鳳凰の彫刻となったそうです。中国の伝説で鳳凰が現れるときは良き指導者が現れ、政治が安定し、嵐や川の氾濫も起きないと言われています。また、鳳凰はこの御座所のほかには、中央玄関の車寄せ上部と、御給所外壁の柱の上部の2箇所に彫刻されております。この2箇所を直線で結ぶと、ちょうど東西を示し、国会議事堂の主軸となり、天皇陛下がこの主軸に沿って中央玄関から御給所にお入りになるように設計されたとも言われています。桐はこの鳳凰が桐の木にのみ巣を作ると言われていることから、鳳凰と一緒に描かれることが多いそうです。